生身の歩兵が鉄の獣ともいえる戦車にどうやって立ち向かっていったのか。1942年のただじっとしてやり過ごすという消極的な防御だったのが、新しい兵器の登場によって積極的な狩りへと劇的に変化していく過程を見ていきます。歴史上これほど短期間で歩兵の戦術が根本から変わらされた時期は他にないでしょう。この第二次世界大戦の頃の変化が、そのまま戦後の各国における歩兵の対戦車戦術にそのまま受け継がれていったんですよね。人間の恐怖を克服しようとする執念と戦術の進化がこの数年間に凝縮されていますからね。よし、これを紐解いていきましょう。いやでもやり過ごすってとんでもない絶望感ですけど、最初からなんか特別な爆弾を投げつけるとか派手に相手を倒していたわけじゃないってことですか？そうなんですよ。実は戦わないことが当時の基本戦術だったんです。戦わない？そもそもなんで戦わないんですか？これ歩戦分離って呼ばれる考え方なんですけど、戦車とその後ろからついてくる歩兵を分離する、つまり分けるという意味ですね。ちょっと待てよ。その前になぜ切り離す必要があるのでしょうか？当時の機甲戦術は電撃戦で戦車や装甲車がバーッと来るイメージですが、歩兵も装甲車やトロックに乗っているんではないですか？もちろん機動進行の時はそうです。しかし敵地では戦車には必ず徒歩の歩兵が随伴するんです。これを歩戦強度と言います。というのも、戦車の中からは外の景色がほとんど見えません。分厚い装甲に覆われていて、小さなスリットから覗くくらいしかできないので、敵の対戦車砲や地雷なんかを見つけることが難しい。だからよく見える歩兵が戦車をアシストするわけです。確かに外から見ると巨大で強そうに見えますけど、冷静に考えれば戦車って小さな郵便受けの隙間みたいなスリットから外を覗いていると想像すると、視界は最悪で実はほとんど盲目状態に近い。だからこそ人軍の歩兵が戦車の目になる必要があるわけですね。その通りです。戦車単体では死角に隠れる歩兵や仕掛けられた罠に対して非常に脆弱なんですよ。なるほどなるほど。だからこそ歩兵が周囲を警戒して、戦車がその火力と装甲で歩兵を守るという共生関係が成り立っているんです。だから攻める側は歩戦共同、守る側は歩戦分離なわけだ。守る側の話に戻りますが、どうやって戦車をやり過ごして敵の歩兵を戦車から切り離すんですか？そこで歩兵はフォックスホール、個人用の深い穴に身を潜めるんです。タコツボですね。はい。そして敵の戦車が自分たちの頭上を通過するのをひたすらじっとやり過ごすわけです。いやちょっと待ってください。頭上を通過するって戦車の下敷きになるってことですよね？ええ、まさにそうです。いや柔らかい泥の穴ですよ。30トンもある鉄の塊が通ったら穴の縁が崩れていき埋めになるんじゃないかって普通パニックになりますよね。おっしゃる通りで、その恐怖は本当に凄まじいものがあります。30トンの戦車が迫ってくるときってものすごい地響きがするんです。わあ、想像するだけで怖い。それにキャタピラが擦れる金属音とか、むせ返るような排気ガスの匂いとか、穴の中にいる兵士にとってはもう本能的な恐怖なんですよ。いやー、私なら絶対に耐えられないですね。本能に従って穴から飛び出して逃げちゃいそうです。ですよね。だからこそ軍もそれを分かっていまして、戦場でパニックを起こして飛び出さないように事前に戦車に頭上を通過させる訓練というのを実際にやっていたんです。その訓練きつすぎませんか？かなりきついですよね。理屈で穴は潰れないって分かっていても、生き物としての究極のパニックを抑え込むわけじゃないですか。相当な精神力が必要になります。いやー、すごすぎる。でその戦車が通り過ぎたらどうなるんですか？戦車が通り過ぎた後、穴からガバッと起き上がるんです。そして後ろからついてくる敵の歩兵に向かって一斉射撃を浴びせるというわけです。でもちょっと想像してみてください。敵の歩兵を倒したとしてもですよ、あの30トンの戦車は味方の陣地の奥深くに進んでいっちゃうわけですよね。そうなりますね。なんで戦車を直接倒さないんですか？私なら対戦車地雷とかをあらかじめ仕掛けておいて、タコ壺の上を通る前に吹っ飛ばしたいんですけど。それが倒したくても倒せる武器がなかったというのが現実だったんですよ。なかったんですか？はい。ライフルグラネードっていう銃の先につけて飛ばす武器なんかもあったんですけど、これが有効射程がわずか70メートルほどしかなかったんです。70メートルってほぼ目の前じゃないですか。そうなんですよ。しかも装甲の薄い軽戦車にしか効かなかったんですね。だから本当に絶望的な状況で。なるほど。じゃあ対戦車地雷はどうなんですか？対戦車地雷については基本的に歩兵の三兵線、つまり
一番前のラインのさらに前方に置くものなんですね。ということは？自分のいるタコ壺の上に戦車がいる時点ですでにその地雷原は突破されているということになります。ああ、そういうことか。じゃあもう完全にやり過ごすしかないんですね。ええ。でもやり過ごしたら敵の戦車はどんどん進んでいって自分たちの後ろにいる味方を蹂躙しちゃいますよね。そうなんです。そこで構築されたのが重心陣地と呼ばれる奥行きのある罠なんですよ。奥行きのある罠ですか？はい。対戦車地雷を使って敵の戦車のルートを制限して対戦車砲の車線上に来るように仕向けるんです。なるほど。わざと罠に誘い込むわけですね。その通りです。そして戦車の走行に対して直角に命中させるために側面射撃を狙うんです。前からじゃなくて横から撃つんですね。はい。さらに敵が一つの砲陣地を乗り越えようとした時に別の砲から側面を撃ち抜けるようにする。これを十字砲火、つまりクロスファイヤーと呼ぶんですが、そういう網を築くことが求められました。罠にかけて横から十字砲火であまねく叩くと。でもそれって相手にバレないようにするのめちゃくちゃ大変じゃないですか？ええ。あんなに大きい大砲を隠すなんてそう簡単にはいかないですよね。おっしゃる通り、運用上の過酷な現実がありました。まずカモフラージュネットをかぶせて上空からの侵入を防ぐんです。はいはい。それだけじゃなくて砲を運ぶ時のタイヤの輪立ちも消す作業まで必要になったんですよ。輪立ちまで消すんですか？緻密すぎる。さらにですね、発砲した後にはマズルブラスト、つまり方向爆風によって土煙が舞い上がってしまいます。ああ、ドーンと撃ったら周りの土がバッと舞い上がるやつですね。そうです。それを防ぐために事前に地面に水をまくなんていう対策も取られていました。水まで撒くんですか？そこまでして隠すんですね。でもそれでも撃てば位置が露呈してしまうんですよ。本当ですよね。隠しきれないですよね。だから一次陣地、大隊陣地、待機陣地という3つをあらかじめ用意しておくのが基本でした。3つも用意するんですか？ええ。ってことは撃ったらすぐに別の陣地に逃げるってことですよね。でも対戦車砲ってそんなに簡単に動かせるものなんですか？いや、それが全然簡単じゃなくて、例えば当時よく使われていた 57mm 対戦車砲はおよそ 1.2 トンもの重さがあったんです。1.2 トン。これを10名の砲班が人力で引っ張って陣地転換するんですよ。ちょっと計算させてください。1.2 トンを10人で割ると1人当たり120キロですよね。はい、そうなります。しかも戦場ってきれいに舗装された道路じゃないですよね。泥だらけの地面とか瓦礫の山の中とか、もしタイヤが泥にはまったら終わりじゃないですか。おっしゃる通りです。1人120キロ分の負担を引っ張って敵が撃ってくる中をダッシュするって、それ過酷すぎませんか？まさにその通りなんですよ。だからこそ砲の防潤、つまりシールドですね、そこに煙幕手榴弾を取り付けておくことが推奨されていました。煙幕ですか？はい。実際にドイツ軍が至近距離から発砲した直後に煙幕を張って損害なしに撤退した事例があって、それが教訓として取り入れられているんです。煙幕に紛れて 1.2 トンを泥の中で引きずり回すってやっぱりきつすぎる気がします。それにその 1.2 トンの大砲って開けた場所ならともかくジャングルとか瓦礫が山積みになった市街地ではそもそも引っ張れないですよね。そうなんですよね。そこで登場した救世主が、あのバズーカですね。そうなんですよ。肩に担げるロケット兵器の登場によって神出鬼没の攻撃ができるようになりました。肩に担げるなら 1.2 トンの大砲とは比べ物にならないくらい機動力がありますね。でもあんなに小さなロケットで分厚い戦車の装甲をどうやって貫くんですか？これは成形策薬という仕組みを使っているんです。爆発のエネルギーを一点に集中させて高温のメタルジェットで装甲を突き破るというメカニズムですね。なるほど。これによって武器の重さが半減して歩兵が複数発の弾薬を持ち運べるようになったんです。すごい。しかもカタログの有効射程は270メートルもあるって聞きましたよ。はい。これならさっきの70メートルのグレネードみたいに近づかなくても遠くから安全に撃てますよね。いや、それがそうでもないんですよ。違うんですか？バズーカのロケットって飛ぶ速度がすごく遅いんです。だから実際に動く戦車に対しては数十メートルまで接近する必要があったんです。数十メートルですか？いやいや無理無理。敵の戦車にそこまで近づくって、もしこっちを向かれたら機関銃の的じゃないですか。リスク高すぎますよ。確かに極めて危険な戦いです。
しかし歩兵たちはこのバズーカで凄まじい肉薄戦闘を繰り広げました。例えばイタリアのサレルノでの戦闘では歩兵がバズーカを駆使して1日で7両もの敵戦車を破壊しています。いや、それはすごいですね。その上、バズーカの弾が尽きた兵士が敵戦車に飛び乗ってハッチをこじ開けて手榴弾を投げ込んだという壮絶な記録すら残っているんですよ。戦車に飛び乗る？もうアドレナリンが出まくって完全に狩猟本能が目覚めていますね。他にもフランスのクリスマスの戦いではたった20名のパラシュート歩兵が機関銃で敵を釘付けにしました。その隙にバズーカチームが側面に回り込んで4両の敵戦車のうち3両を撃破して退却させたんです。ちょっと待って、それってさっき解説していただいた歩線分離と側面射撃のロジックを巨大な対戦車砲を使わずに少人数の歩兵チームだけでやってのけたってことですよね。まさにその通りです。彼らは戦術の基本を応用して新しい武器と組み合わせたんです。すごい応用力だ。でもやっぱり数十メートルまで近づくのは歩兵にとってあまりにもリスクが高すぎますよね。そうですね。人間の心理としてもう少し離れた場所から、しかも確実な弾速で戦車を破壊したいって当然思いますよね。技術の進化はバズーカでは終わらなかったはずですよね。おっしゃる通りです。バズーカの接近リスクと命中精度の課題をクリアするためにさらなる技術的ブレーキスルーが起きました。それが第二次世界大戦の末期に登場した無反動砲です。これは先ほどの 57mm 対戦車砲をそのまま歩兵が担げるサイズにコンパクト化した画期的な兵器です。反動がない大砲ということですよね。ええ。でも大砲って撃った時にものすごいリコイル、つまり反動がありますよね。どうやってそれをなくしたんですか？普通に担いで撃ったら肩の骨膜砕けちゃいますよ。そう思いますよね。これは特殊な穴の開いた薬莢、つまりカートリッジを採用していまして、はい。尾栓から爆発のガスを後ろに抜くんです。前に弾を飛ばす力と後ろにガスを逃がす力をプラスマイナスゼロにすることで反動をゼロにする仕組みなんですよ。ニュートンの作用反作用の法則を武器にしてキックバックを消してるんですね。よくできてるな。そういうことです。それで射程はどのくらい伸びたんですか57mm 無反動砲の場合、射程は730メートルに伸びました。730メートル、バズーカの270メートルから比べるとすごい進歩ですね。ええ。でもちょっと待ってください。元になった57ミリ対戦車砲と比べると射程が少し短いような気がするんですけど、どうしてですか？鋭いですね。実はガスを後ろに逃がすため弾の初速が落ちてしまうんです。同じ口径の 57mm でも対戦車砲が秒速約2700フィートなのに対し、無反動砲は秒速約1200フィート強にとどまりました。半分以下になってしまうんですね。そうか、速度が落ちれば当然走行を貫く力も下がりますよね。ええ、そうです。しかし歩兵が肩に乗せて素早く、しかも目標からまた離れた場所から砲弾を撃ち込めるわけですから、機動力のメリットが圧倒的に勝っていたんです。なるほど。確かに120キロ引きずってダッシュするよりははるかにいいですね。ただ一つだけ戦術上注意すべき点がありました。何でしょうか？バックブラストです。反動を消すためにガスを後ろに噴出するということは、兵士の真後ろに猛烈な爆風と炎が吹き荒れることを意味します。わ、それは危険ですね。撃った瞬間に後方に巨大な土煙が上がるため、敵戦車に自分の位置が 100% バレてしまうんです。つまり敵の戦車から丸見えの状態で撃たなければならない。そして撃った瞬間に派手な煙が上がって敵に狙いを定められてしまうと。だから撃ったら即座に走って逃げる一撃離脱が絶対条件だったんです。外しても当たらなくてもとにかく撃ったらその場をダッシュで離れる。はあ。その恐怖とも彼らは戦わなければなりませんでした。いやー、なんとも奥が深いですね。技術が進んで兵器が強力になっても決して安全になったわけではないんですね。常に新しいリスクが生まれて、それに合わせて戦術をアップデートし続けなければならなかったと。ええ。しかし全体を振り返ってみてください。1942年にはタコ壺の底で30トンの鉄の塊が通り過ぎるのをただ震えながらやり過ごすしかなかった恐怖のどん底から、蜘蛛の巣のような対戦ネットワークを築き上げ、さらにはバズーカや無反動砲を手に自ら戦車を狩りに行くまでになるなんて。絶望的な非対称性を人間の知恵と技術で少しずつ埋めていった過程が見事に現れていますね。ライフルグレネードから始まり、地雷、対戦車砲、バズーカ、そして無反動砲、兵器の進化と戦術の移り変わりが
第二次世界大戦のたった数年の間に急速に進んだんです。歴史上これほど短期間で歩兵の戦術が根本から変わらされた時期は他にないでしょこの第二次世界大戦の頃の変化がそのまま戦後の各国における歩兵の対戦車戦術にそのまま受け継がれていったんですよね。う。バズーカや無反動砲の基本原理は現代の対戦車ミサイルやロケットランチャーに直接つながっていますし、歩戦分離の概念も現代の戦術の基礎として生き続けています。そして現代のニュースを見ると、歩兵が空を飛ぶ小さなドローンを使って巨大な戦車を無力化しています。第二次世界大戦で起きたことの現代版パラダイムシフトと言えるかもしれませんね。さて、今回の深掘りはここまでです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また、最新の動画をお見逃しになさないようにチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。